はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのはシャトー・ド・ヴェルサイユ、ベルサイユ宮殿でございます。そう、今回はね、皆様にベルサイユ宮殿の心臓部であるグランアパートメントをご案内したいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでね、今私たちの目の前に見えているのが王室礼拝堂でございます。個人入場口から入るとまず見えてくるのがこのね、フランス王家のために作られた礼拝堂なんですね。現在は一般見学者入ることができないんですけども、当時は1階部分は一般信者が入ることができました。このようなね、2階構造になっていて、今目の前にはオルガン、そして1階部分には祭壇が設置されていますよね。この祭壇はブロンズで作られて、そしてね、金箔が貼られているという非常に豪華なものです。床は色とりどりの大理石で装飾されています。さあ、2階にやってまいりました。本来であればね、ベルサイユ宮殿の歴史を展示している長い廊下を通るんですけども、その展示の見学は皆様が実際にベルサイユ宮殿にいらっしゃった時にお楽しみにとっておくとして、今回はね、一気に2階までやってまいりましたよ。先ほど1階から見た場所、これを2階から見てみましょう。こちらです。すごいでしょこれ。ねえ、素晴らしいですよ。実はね、修復が終わったばかりで、今光り輝く礼拝堂を見ていただいてますよ。先ほどドームしか見えませんでしたが、天井もこのように美しく装飾されていたんです。左右の丸い柱の後ろ、これはですね、トリビューンというんですけども、この部分はね、王侯貴族専用の場所になっていました。そして今ちょうどね、目の前に見えてくるこのバルコンの部分というのが、王様とその家族だけに許された特等席だったんです。毎朝10時にここでミサが行われるんですけども、信心深かったルイ14世は日常的にね、このミサに参加したと言いますよ。まさに今私たちが見ている風景をルイ14世も見ていたということなんですね。彼のね、正面になるようにパイプオルガンも祭壇の上に設置されています。その上のドーム、キリストの復活が表現されています。十字架で亡くなったイエスがね、復活して天に昇るところが表現されている。そしてその物語は天井へとつながっています。天にね、昇ろうとしているイエスを待ち構えているのは、今ちょうど真ん中に見えてきた光に包まれた父なる神なんですね。天井の中心に描かれているでしょう。現世から天国への移行がこのように表現されているんです。天井をね、見上げる信者たちは、まさにキリストと同じように死後天国に登っていけるんだと思ったわけですよね。ということでね、ここからベルサイユ宮殿の魅力を一緒に見ていくことにいたしましょう。それでは今回も行きましょう。ベルサイユ宮殿散歩のスタートです。ということでね、また違う部屋に入ってきましたよ。ヘラクレスの間という場所でございます。実はね、先ほど見た礼拝堂はルイ14世の在位の中で最後に作られた建築物にあたって、それ以前はね、ここに礼拝堂がありました。天井素晴らしいでしょう。このね、天井画も後ほど詳しく解説したいと思います。はい。でね、ここの礼拝堂が、先ほど見た礼拝堂が完成した後、ここはこのような今見ているような部屋に改修されて、ここはね、ベルサイユ宮殿の中でも最も大きな部屋となりました。レセプションやね、ダンスホールなんかとして使われたこともあったんですよ。さあ、目の前にね、また大きな絵画が見えてきた。これは16世紀半ば、ベロネーゼという人によって描かれたシモン家の共演という絵画です。ベネチアからね、ルイ14世に贈られたものですね。画面の中央、注目してみましょう。ここにね、ちょうど女性がひざまずいているんだけども、マグダラのマリアです。イエスの足を自らの髪の毛で洗っている。香油という、エッセンシャルオイルっていうかね、を使ったために、下にはね、床にはコロリと壺が転がっております。その左右にはこのように机が広がっていて、そこにイエスのね、弟子たちが食事をとっている風景が表現されています。イエス、そしてその弟子たちは当時の服装をしているんですけども、他の人々はベロネーゼが生きた16世紀ベネチアの当時の衣装を着ているので、この絵画はね、宗教画でありつつ当時の生活を表現した風俗画でもあるということなんですね。
さあ画面中央の上部ご注目ください。そうするとこの天使がね2人羽ばたいていてリボンを持っている。そこには罪を悔いる者には天国で喜びが待っているって書いてあるんですよね。まさにマグダラのマリアという人はいろんなね解釈があるんですけども、彼女はもともと娼婦でイエスの教えを聞いてそして改心したっていうふうに言われているんですね。ですから罪深い私たちも今ね悔い改めれば遅くないよっていうことが表現されているわけです。さあここにさワンちゃんいるんだよ。見えた？骨をねしゃぶっているんだけど、この骨というのもねイエス・キリストがこの後十字架にかけられて、亡くなってしまうっていう暗示でもあるんですよね。さあそれではね今度はこの美しい天井画を見ていこう。巨大な絵画ですよ。ヘラクレス来産というタイトルがついています。フランソワ・ルモアンヌっていう人によって18世紀半ばに描かれたものですね。主役はヘラクレス。ヘラクレスといえば人間と神様のハーフですよね。さあ画面の中央にヘラクレスが入ってきますよ。大きな棍棒を持っていて上半身裸の男性がヘラクレスです。ギリシャの神々がいるオリンポスに仲間入りをしに行く場面ですね。彼はね10人の偉業を成し遂げたので神の仲間入りをすることができた。さあ彼の視線の先には全能の神のジュピター、左下には彼のアトリビュートであるワシが描かれています。そしてその下には弓を持ち、額のところに見えるかな、三日月の髪飾りをした狩猟の女神のディアナ、その右下には鎧をつけた戦争の神様のマースも見えます。さあ今ね画面の中央に入ってきたのが裸の女性ですが、美しい女性、愛と美の女神のヴィーナスです。そしてそのまま上にずっと目を移していくと雲のね端っこに捕まってるような人物、羽のついた帽子をかぶっているが商業の神様のマーキュリーですよね。このようにしてねギリシャ神話の人物がたくさんこの天井には描かれているということなんですね。ほらこれ見学者もさこうやってみんな写真をこうやって上を向きながら撮ってるって感じ、なんですよね。さあこのね壁面見てください。これもね大理石、色とりどりの大理石に、よって装飾されている素晴らしい部屋になっていますよ。これらのね大理石も、スペインとフランスのねちょうど国境のピレネというところから取れた最高級の大理石を使っております。さあそれではねここから部屋がずっと続いていきますので、この部屋を一つ一つ紹介していきましょう。さあこの部屋はねルイ14世の宝物やメダルのコレクションをしていた場所です。そのために豊穣の間と呼ばれていました。部屋に入った時はねまずはね天井を見てほしいんですよ。天井にはその部屋のテーマが大きく描かれているんですね。ほらここにねピンクの衣をまとっている女性がいるでしょ。豊穣の女神です。彼女の右肘の下には財宝があふれ出ている豊穣の角が見えていますよね。その隣の女性はピラミッドと建築の図面を持っているので芸術の女神でしょう。その下には兜をつけて槍を持っている女性がいるんだけども、この人は知恵の女神のアテナですよね。そして部屋の正面にはまた豊穣の角を持った豊穣の女神が表現されています。その下扉が出てくるんですが、上部のこの丸い部分、ちょうどね真ん中に顔があって後ろからは光線が出ている。これはね太陽王と言われたルイ14世のイメージになっているんですよ。このようにしてね部屋全体の装飾がルイ14世の国がいかに豊かで芸術にあふれていたかということが、テーマになっていることが分かりますよね。部屋の壁にはね肖像画がたくさんかかっているでしょう。このね、少し、説明していこうと思うんだけど、まずこちらご注目ください。こちらはルイ14世の息子グランドドファンと呼ばれていた人物です。そしてこちらは彼の息子、つまりルイ14世の孫でございました、ブルゴーニュ公爵。そしてその右にいるのがその彼の息子、つまりルイ14世のひ孫にあたります。彼がルイ15世になります。ルイ14世はね非常に長生きしたので、彼が亡くなった時には息子も孫もすでに亡くなっていたんで、ひ孫のねルイ15世が後を継いでおります。
そのねルイ15世と向かい合っているのがアンジュ公爵といってルイ14世の孫の一人、後のスペイン王フィリップ5世でございます。肖像画の下をご覧ください。こちらにはね、フランス語で便利という名前がついているんですけども、当時の、天才家具職人ブールという人が作った引き出し付きの机があります。そしてその奥にあるのがキャビネットなんですが、そこにねルイ14世のメダルが入っていたそうですよ。先ほどねキャビネットの後ろの部分全部金になっていたでしょ。ちょうどねこちらがその対になっている入れ物なんですけども、こちらは背景が黒くなっています。日本のね漆なんかもブールはよく使ったって言われていて、ちょうどねこれが対になって反転した様子になっているんですね。こんな風にねここは非常に装飾が豊かな部屋になっています。それではねその次の部屋に入っていきましょう。ベルサイユ宮殿では冬の間週にね3回夜会といってナイトパーティーが行われていました。それぞれの部屋の役割は決まっていて、この部屋はね軽食の部屋になっていて、ジャムとかフルーツとか砂糖漬けにしたフルーツなんかが提供されていたそうです。さあ天井を見てみよう。天井には中央にはねこちらはヴィーナスが描かれています。他の神々が彼女の美しさに恐れ入ってひれ伏している場面が描かれているんだけども、そうここはねヴィーナスの間ということですよね。それぞれの部屋では特徴的な場所に彫刻が置いてあるんですけども、彫刻がねあったらそこを見ろってことなんで、私たちもこの彫刻の方向にね進んでいきましょう。さあ部屋のね中央にはこのようにルイ14世の立った姿の彫刻があります。下にはね鎧と盾、兜が置かれていて、ルイ14世は古代ローマ帝国の皇帝の姿をしています。筋肉の形になった甲冑をつけていますよね。肩からはマントをかけていて遠くを見ているような感じで、顔は若々しいんだけども威厳がある姿、まさにね舞台の上に立つ役者のようなルイ14世っていう感じなんですけども、まさにねこのベルサイユ宮殿というところはルイ14世を演出する一種の舞台装置のような場所だったわけなんですよね。ですからこの部屋の装飾もね舞台美術といった感じで、ところどころが騙し絵になっています。ほらなんか奥行きを感じる絵画になっているでしょ。そしてね今この目の前の絵画なんだけども、ここにはあたかも彫刻があるように表現されています。手前のね2つの彫刻はこれ本当の彫刻ですけど、今目の前に見えている立っているこの彫刻はね騙し絵になっているんですよ。本当に彫刻があるように見えるでしょ。さあそれではねその次の部屋に進んでいきましょう。さあ新しい部屋に入ったらね早速天井を見てみましょう。ここに描かれているのは月と狩猟の女神のディアナです。わかります？この真ん中の天井が右端に月が見えますよね。で月の真ん中あたり手に弓を持っているのが狩猟の女神のディアナです。ナイトパーティーの時にはねここではビリヤード台が置かれていたそうです。ルイ14世はビリヤードの名手と言われていたようで、彼がね一月するごとに取り巻きの女性たちがキャーと言ってね、歓声と拍手が起こったそうなので、この部屋は別名拍手の間とも言われていたそうですね。さあこの部屋の中央にも彫刻があります。見に行きましょう。このねルイ14世の胸像なんですけども、バロック時代を代表するイタリアの彫刻家ベルニーニが作成したものです。ベルニーニはね17世紀の後半フランスに滞在しているんですが、その時に作りました。ルイ14世は当時27歳、若いね凛々しい、このルイ14世が、大理石なんだけども非常に軽い感じで、ダイナミックに描かれています。さあ天井はねこのように非常に美しく装飾されているんだけども、ここはディアナの間ということで装飾はね、狩猟がテーマになっています。そしてここにも絵画があるんだけども、ここも真ん中にいるのはおでこのところにね三日月の髪飾りをつけたディアナになっています。そして例に漏れず部屋全体は大理石の色とりどりのね大理石によって装飾された非常に豪華な作りになっている。さあ今度はねこの外も見てみましょうか。この宮殿の外は幾何学的にね整備されたこのようなフランス式庭園というものが広がっているんですね。非常にいい天気美しいでしょ。ということでねその次の部屋に進んでいきましょう。
アパルトマンというのはね、基本的には3つから4つの部屋の続きになっています。そして初めに来るのが衛兵の間と言われているんです。衛兵、つまりボディーガードがいるところですよ。その先に行くためのセキュリティチェックなんかも果たしていた場所です。さあ、この部屋はね、当初王の衛兵の場だったので、天井を見てください。戦争の神様のマルスが表現されています。狼に引かれた車に乗っていて、赤い羽がついた兜をかぶって赤いマントをつけていますよね。衛兵の間なので、戦争の神様のマルスの名前がこの部屋に付けられているということなんですね。そして部屋のテーマも全体として戦争に関わるものになっている。天井隅の装飾も戦いやね、キューピッドなんかが武器と戯れている装飾が多いんですね。さあ、ここの場所、夜会の時には音楽に捧げられていて、今ね、見えているちょうどもうちょっと下なんですけども、トリビューンという台が設置されて、音楽隊がそこで演奏できるようになっていました。この部屋はね、とても広い場所なので、ダンスなんかも行われていたそうですね。さあ、部屋の中央をご覧ください。ルイ14世の騎馬像ですね。ベルサイユ宮殿にはこのようにもう至るところにルイ14世の肖像があるっていう感じなんですけども、馬に乗ったねルイ14世がここでは表現されていて、非常にね威厳のある姿で、描かれております。さあ、その右隣にはベネチアの巨匠ベロネーゼによる宗教画エマオの巡礼があります。こちらは複製でね、本物はルーブル美術館にあります。机の正面に座るのがイエス・キリスト、その左右にいるのがエマオの巡礼者たちでございます。彼らが巡礼している時にみすぼらしい男に出会う。食事に招待して、今ね食事をしているとこなんだけど、その男がパンに手を伸ばした時、この人物がイエス・キリストであることに気づいたというテーマになっています。それ以外の人物はベネチアのね、貴族の一家っていう感じがしますよね。当時の衣装を着ておりました。さあ、そのね反対側にあるのがアレクサンダー大王のもとにいるダリウスの家族というね絵画で、ルイ14世の時代を代表する画家シャルル・ルブランが描いた絵画です。古代ギリシャの英雄であるアレクサンダー大王がね、ライバルで、ペルシャの大王ダリウスを倒した時が表現されています。当時の風習では敵の家族は皆殺しなんだけども、アレクサンダー王は慈悲をかけてその家族の命の安全を約束したということなんですね。戦争に勝ち続ける偉大な英雄というのが、ルイ14世の理想の姿だったんでしょう。さあ、このようにねルイ14世の騎馬像を挟んでイタリア巨匠の絵画とフランス巨匠の絵画が並んでいるってことが重要なんですよ。フランスにもね、なかなかいい画家がいるだろう、イタリアに負けてないぞっていうことをね、ルイ14世は言いたいわけです。さあ、今度はねこちらをご覧ください。ルイ15世のお妃だったマリー・レクザンスカの肖像画です。ルイ15世が15歳の時に嫁いできた元ポーランド王の娘さんですね。彼よりも7歳年上の22歳でした。子供をすぐにでも産めそうな年齢だったということでね、王妃に選ばれたって言われてるんですけども、実際にね10年のうちに10人の子供を産んだと言われていますよ。さあ、このね絵画の下にはワンちゃんが描かれていて可愛いよね。犬はね忠誠のシンボルなので、このような肖像画の中に描かれているんでしょう。ちょうどね、画面の左端のクッションの上には彼女が王妃であることを示す王冠が描かれていました。さあ、このね肖像画に向かい合っている絵画が部屋のもう反対側にありますので、その絵画を見に行きましょう。もちろんねマリー・レクザンスカの結婚相手であるルイ15世ですよね。ルイ14世は自らの私生活を公開していたんですけども、ルイ15世はねどちらかというとプライベートな空間を好んだそうです。今私たちがいるグランアパルトマンというところはもうほぼねパブリックな場所だったんですけども、グランドアパルトマンの壁の後ろにね限られた人しか入れないようなプチアパルトマンという小部屋をたくさん作って親密な空間で時間を過ごすのを好んだのがこのルイ15世という人でございました。それでは次の部屋に入っていきましょう。ここからのね先はちょっと薄暗くなっています。
この部屋は夜会の時にはカードゲームなどのギャンブルが行われていたそうなんですよね。それではね、天井を見ていきましょう。マーキュリーが中央に描かれています。ここはマーキュリーの間ということですよね。彼は芸術や科学の擬人像によって囲まれています。ルイ14世がいかに芸術や科学の発展に貢献したかということがね、このように象徴的に示されているんです。マーキュリーは車に乗っているんですけど、これね、オンドリに惹かれているんですよね。オンドリはね、フランスの象徴でもあるんですよ。さあ、この部屋はもともと衛兵の間の隣に位置する控えの場でした。ただ、ルイ14世がね、一連のアパルトマンを別の場所に移してしまったので、ここには今見えているようなベッドが置かれることになって、ここはその後ベッドの間と呼ばれることもありました。このベッドはただね、寝るためのものではなくて、人を招き入れるにあたって装飾として使われていたものです。さあ、ベッドの左右には絵画が飾られています。ちょっとね、見てみようか。こちらは盾事を奏でるダビデオ。旧約聖書に出てくるダビデオは盾事の名手として知られているんですね。さあ、このね、ベッドの反対側にも同じように絵画が飾られていて、こちらは福音書記者の聖ヨハネでございます。そして、このね、手前のところ、はい、手前にはね、これ機械仕掛けの時計があるんですよ。10年かかって作成されたものです。時計職人がルイ14世にプレゼントしました。1時間ごとにね、ルイ14世の人形が今まさに真ん中に見えている中段の扉から出てきて、上にほらモコモコっとなった雲があるんだけども、このね雲が割れて天使が出てきてルイ14世に戴冠するというねそういう時計機械仕掛けの時計になっています。さあ、その後ろにあるのがこの肖像画でございますね。さあ、もう顔を見たらすぐにわかるでしょ。これルイ15世のお妃であるマリー・レクザンスカでございます。さあ、この肖像画に向かい合っているのは誰かというと、もう想像つくでしょ。はい、この人でございます。そう、こちらね、ルイ15世でございます。最高級のね、毛皮の白点をかけていて、そして、巨大なネックレス、これはね、精霊騎士団の紋章でございます。ということでね、今までの部屋、ギリシャ・ローマ神話の神様の名前がついていましたよね。でもそれって同時に惑星の名前であるっていうことに皆さん気がつきました？ヴィーナス、ウェヌスは金星、ディアナは月、マルスは火星、マーキュリーは水星ですよね。そして今私たちが入ってきたこの部屋はアポロンの間といって、アポロンは太陽の神様ですよね。ここは太陽と呼ばれたルイ14世の寝室としてかつて使われていたので、アポロンがテーマになっているんですよね。そう、つまりね、ルイ14世が太陽として宇宙の中心に位置し、周りを惑星が回るというイメージで部屋が配置されているということです。さあ、天井を見ていこう。太陽を後ろに背負い、白馬に引かれた馬車に乗ったアポロンが描かれています。アポロンがね、太陽を引っ張ってくるので、毎朝朝が訪れると古代の人々は考えたみたいなんですよね。王の寝室が別の場所に移されてからは、ここは玉座が置かれて、ルイ14世が謁見する場所として使われていました。目の前にね、少しね、高くなった台が見えてきたでしょ。ここには玉座が置かれていたんです。残念ながら現存していないんですけども、玉座は高さ 2.6 メーター、銀で覆われていた非常に高価なものだったんですよ。さあ、こちらはね、ルイ16世の肖像画でございます。ルイ15世の孫にあたります。もともとは王太子ではなかったので、アカデミックな教育を受けた。そのために科学、技術、メカニックなどに興味を持った王様でしたよね。彼はね、体が大きかったって言われているんですよ。ですから靴のね、かかとの部分ご覧ください。あまりね、高く設定されていないことが皆さん気がつきましたか？さあ、そしてその向かい合っているのが、こちらがね、世界史の資料集でおなじみのヤサンとリゴによるルイ14世でございます。宮廷で生活する人間としてのルイ14世が表現されている。首と袖の部分には巨大なレース。レースは大きいほどその人の財力を示すんです。
頭には巨大なカツラ。これはね、ルイ13世の時代から流行していました。ルイ14世は当時63歳。理想化されず年相応の顔をしていますが、しかしね、足は若々しいダンサーの足をしています。さあ、そしてね、この赤いハイヒール、見てください。当時ね、ハイヒールは男性も履いていたんです。ルイ14世は小柄だったので、結構高いかかとがついていることがわかりますよね。ほんと足綺麗だよね。ただね、これはね、本人の足がモデルじゃなくて、別の人がモデルをしたとも、言われているんですが、このようなね、ルイ14世のおそらく世界史の授業の中で見たことがあるような肖像画がこの場所に飾られていました。ということで、これからね、ベルサイユ宮殿の最も有名な部分に入っていきましょう。はい、ということでね、ここがね、戦争の間と言われている場所でございます。さあ、天井を見てみよう。ここはね、シャルル・ルブランが描いた天井画でございます。真ん中の丸い部分、ちょうどね、真ん中にいるのが擬人化したフランスです。勝利の女神に囲まれております。そしてそれ以外のこの半円形の部分にも戦争に関わるね、装飾がしてあるんだけど、今真ん中に映ってるのが、これがね、戦争の女神ですね。戦ってるところが表現されています。それ以外はフランスの敵国になっているんですが、今真ん中に入ったのがスペイン、ライオンが見えるよね。そして今ね、この真ん中に入ったのがドイツでございます。左に旗があってね、相当の和紙が表現されている。さあ、その下にはこのようなね、ルイ14世、馬に乗ったルイ14世のレリーフがこのように飾られているんですね。見てくださいよ、このルイ14世の姿。勇敢な姿でしょう。ねえ、敵国に馬に乗って攻め込んでいく、ルイ14世ですが、その馬の下見てください。これね、敵がいるんですよ。このようにね、馬によって潰されるっていう非常に残酷な表現になっていますよ。ただ、このような戦争の勝利というのは、その後、このね、今、歴史の女神のクリオによって石板に刻まれて、そして私たちの歴史に残っていくという表現になっているわけですよね。ということでね、さあ、ベルサイユ宮殿の最も有名な場所、ガラスの回廊、入っていきましょう。見てよ、これすごいですよね。この豪華さというかね、今ね、天井画を見ていただいておりますが、天井画は先ほど同じようにシャルル・ルブランによる傑作です。ルイ14世が王様になってからの輝かしい歴史が30枚の絵画によってこのように表現されています。完全なプロパガンダなんだけども、ここまで来るとすごいよっていう感じ。で、左側ね、これ全部鏡ですよ。鏡はね、当時は宝石と同じぐらい高価だったんだけども、そんな鏡をふんだんに装飾として使っているところがすごいわけですよね。王様はこのギャラリーを1日に何回も通ったと言われています。どうしてもね、ルイ14世に会いたかったらここで待っていればよかったかもしれない。ちなみにここは清掃をした人だったら誰でも入ることができた。ここはね、パーティー会場としても使われていました。マリー・アントワネットとルイ16世の結婚式が行われたのもこの場所です。壁側には17の大きな窓が庭園に向かって開いています。もともとここは庭園にね、向いたテラスだったんですよ。ただルイ14世が、当時の建築家であるジュール・アドゥアン・モンサーっていう人に頼んで、後からこの鏡のね、回廊を作りました。でね、天井からは豪華なシャンデリアがぶら下がってるでしょ。これね、全部で24あります。当時夜会の時のみつけられたものですね。ただそれだけじゃなくて、やっぱね、この部屋全体が大理石職人でブロンズ職人っていう、もうあらゆる職人がの技術力が結集して作られている場所なんですよね。ですからフランスの持っている芸術と技術の高さの広告塔になっているような場所でございます。ここで使われた鏡は全部で357枚。全部ね、フランスの工場で作っています。鏡には反対側の窓が映ってるでしょ。そしてその向こう側に広がっている庭園も映る。両側に庭園が広がっているような空間を演出することができるんです。さあ、このね、柱の上を見ていただきたいんですが、
この柱の上金箔が貼ってありますけど、中東部分ですね、ここにはね、真ん中に分かります？顔がある。これ太陽王のルイ14世になっていて、で両端がね、これまたおんどりがあるんですよね。フランスのね象徴するおんどりがように、装飾として使われています。はい、ということでね、次の部屋に入っていきましょう。こちらの部屋でございます。こちらはルイ14世が政治を行っていた執政室でございます。ルイ14世は10時に礼拝堂でミサを受けた後、ここにやってきて大臣たちと、国のね、大きな方針を決めていったわけです。椅子が見えているところ、あそこに王様が座って、その周辺に大臣たちは折りたたみ椅子を持ってきて座ったそうですよ。さあ今度はね、この机に注目してください。これは1919年ベルサイユ条約調印の際に使われた机です。日本からはね、代表で西園寺金持が出席しています。そしてこの部屋全体はルイ15世時代の装飾になっています。先ほどよりね、鏡のサイズが大きくなったことに気がつきましたか？この時代になると大きなサイズの鏡を作れるようになったということなんですね。さあということでね、さあ次の部屋入っていきましょう。ここはですね、黄金色に輝く王の寝室でございます。まさにこの部屋においてルイ14世は謁見を行いました。この部屋の中央、この巨大なベッド、すごいでしょこれ。ベッドの上には天蓋があって、その上には当時とても珍しかったダチョウの羽が据えられています。これは王様と王妃様しか使用が許されていなかったものなんですよ。天蓋からは豪華な布がかけられている。保温作用という意味はあったし、王のプライバシーを守るという役割がありました。そしてこの場所は毎朝毎晩、起床の儀式と就寝の儀式が行われた場所でもあります。次々にね、貴族が入ったり出たりしていたんですが、ベッドの手前にはこの欄干があるでしょ。欄干の向こう側が王様のプライベートな空間でした。その手前に儀式の間は貴族たち、外交官たちが入ることが許されている空間だったんですよ。さあ上をねご覧ください。ここには、絵画が飾られているんですけども、これらの絵画はルイ14世自身が選んだものです。左がね聖マタイで、右が聖ルカ。ここにはね、福音書記者たちがこのように描かれています。で向こう側にもね同じように、まず左がヨハネ、そして右がマルコですね。このように、宗教画が飾られてある、非常にねカトリックであったルイ14世の人柄が見えるという感じですね。さあこの部屋でね儀式が行われるときは、この部屋に呼ばれるのが早ければ早いほど、その人はルイ14世に気に入られているということを意味していました。呼ばれるのを今か今かと待っているわけなんですけども、その待合室というのがこの隣の部屋でございます。こちらはね、今目の前に丸い窓が見えておりますが、これが牛の目のようだということで、牛眼の間と言われている場所でございます。ルイ14世は派手な人が好きだったみたいですよ。だから貴族たちはね、こぞって服装にお金をかけた。さらにここではエチケットと言われる細かい礼儀作法がありました。つまんないことが多かったと思いますよ。けどね、その結果、服装にお金をかけて意味のないエチケットを一生懸命貴族たちは覚えました。このようにしてルイ14世は貴族たちを支配していったっていうことなんですね。すごいよね。さあこの絵画、ルイ14世の弟であるフィリップ・ドルレアンが描かせた絵画です。真ん中にいる女性がルイ14世の母親アヌ・ドトリシュ、そして今真ん中に入ったのがアポロンの姿をしたルイ14世です。右下にいるのが彼の正妻マリー・テレーズ。そして今ねちょうど左に見えてきたのが絵画の注文主のフィリップ・ドルレアンでございます。ルイ14世と俺は同じ母親を持ってるんだ。俺は彼の弟なんだぞ。だから偉いんだってね、そういうことが言いたいわけですよ。はい、ということでね、もう一度鏡の回廊に戻ってきて、ほら見てよね、外にはさすげえ綺麗な庭園が見えてる。さあこのね鏡の回廊を進んで次の部屋に行きましょう。このね先にあるのは平和の間という部屋でございます。こちらの天井も素晴らしいでしょ。これもシャルル・ルブランが描いた天井でございます。
鏡の回廊に入ってくる前は戦争の間というのがあった。そして鏡の回廊にはルイ14世時代の輝かしい歴史が天井に描いてある。そしてここが平和の間、つまりね、ルイ14世のおかげで世界が平和になったっていう物語が、描かれているんです。さあ、こちらの絵画はね、ヨーロッパに平和をもたらすルイ15世という絵画でございます。一環としてね、私たちのおかげで平和が訪れているという、主張になっている。さあ、今までは王のグランドアパルトマンでしたが、ここから先は王妃のグランドアパルトマンに入っていきます。こちらが王妃の寝室でございます。それではね、ここも天井から見ていきましょうか。天井はね、金のグラデーションで装飾されていて、光り輝く天井になってますよ。美しいでしょう。確かね、2年前だったと思うんですが、修復が終わりましてね、一層美しくなってますよ。さあ、目の前にね見えているのは、これが王妃風ベッドといって、天蓋が壁に固定されております。王様のベッドはね、四隅に柱があって天蓋を支えていましたが、ここではこのようになっております。王妃はね、この部屋で一日の大半を過ごしたと言われています。王の寝室と同じように欄干が見えますよね。ここでも毎朝毎晩、起床の儀式、就寝の儀式が行われておりました。後継者を出産するのもこの場所です。本当の子かどうか確かめるために出産は公開で行われておりました。現在の内装はね、マリー・レクザンスカ時代のものなんですが、さあ、この胸像、一体誰かわかりますか？そう、マリー・アントワネットですよね。家具に関してはフランス革命の時代、マリー・アントワネットの時代のものがね、再現されております。この胸像の奥にあるこれですね、これはマリー・アントワネット自身が注文したジュエリーボックス。そのジュエリーボックスの右手、隠れた扉が見えますか？これはフランス革命が起こった10月6日の早朝、民衆がこの部屋に入り込もうとした時にマリー・アントワネットが逃げた扉でございます。別のね、部屋につながっていたんですよ。ということで、次の部屋に進んでいきましょう。この部屋はルイ14世のお妃であったマリー・テレーズの時代から謁見の間として使われていました。天井はルイ14世時代のもの。商業の神様であるマーキュリーが描かれています。マリー・アントワネットの時代より、ここは貴族の間と呼ばれるようになったんですね。仲のいい婦人たちとおしゃべりをしたり、宮廷に迎え入れられた新しいご婦人をみんなに紹介する場所になっていました。さあ、部屋の中央にはね、こちらはルイ15世でございます。先ほど見た絵画をもとにゴブラン織りにしたものです。さあ、こちらの部屋はルイ14世のお妃であったマリー・テレーズの時代まで衛兵の間として使われていた場所です。ですから天井をご覧ください。戦争に関する装飾がしてあるんですよね。しかしこの後、王と王妃が子供たちと共に夕食をとるための部屋になり、現在大膳式の間と言われています。王様たちがね、食事をしているところは実は当時一般公開されていて、いつもたくさんのね、見物客がいたそうですよ。さあ、目の前にあるこの肖像がマリー・アントワネットと子供たちが描かれている。マリー・アントワネットの友達でもあった女性画家エリザベス・ヴィジェ・ルブランによる作品です。中央で座っているのがマリー・アントワネット、膝の上の子供がルイ・シャルル、後のルイ17世、彼女の左は長女マリー・テレス、画面の右には当時の王太子ルイ・ジョセフ。ゆりかごの中は誰もいないんだよね。もしかしたらマリー・アントワネットの一番最後の子供のソフィーがここにいたのかもしれません。ソフィーはね、残念ながら1歳で亡くなってしまいました。ということで、次の部屋行きましょう。もうね、最後ですから疲れてきたなと思ってると思いますがね、もうちょっと頑張りましょう。さあ、こちら天井を見てみよう。ここにはジュピターが描かれている。現在の戦争の間になっているところはかつてジュピターの間と呼ばれていたんですが、その絵画がね、この部屋に映されています。この部屋自体は大理石で装飾されている美しい部屋なんですが、ここは王妃のアパルトマンの衛兵の間でございました。
当時はねガードマンがここに24時間体制で詰めていたので、屏風があってね、その後ろには彼らが生活できるような簡易ベッドや武器なんかが隠してありました。ということでね、こちらが最後の部屋ですよ。ここはね、19世紀フランスの王様ルイ・フィリップがベルサイユ宮殿を博物館にした時に作った部屋の一つで、戴冠の間と言われています。目の前に見えているジャック・ルイ・ダビッドの有名な絵画、ナポレオンの戴冠式があるので戴冠の間と言われているんですね。さあここにね戴冠をするナポレオンでございます。その後ろには教皇のピウス7世、目の前でひざまずくのがジョセフィンでしょ。そしてその後ろには、1,2,3,4,5人のナポレオンの妹たちと、そして2人の弟たち。このね1人が、ピンクのドレスを着ているっていうのが、ルーブルとの違いってよく言われていますよね。そうこれねルーブルの絵画を、ダビッド自身が複製した2枚目でございます。さあそしてねその絵画と向かい合ってるのがこちらなんだけども、わしの軍旗の授与といって、これもダビッドによる作品です。ナポレオンのね栄光がこのようにたくさん絵画として描かれている場所でございます。ということでねちょっと駆け足でございましたが、こんなところでねベルサイユ宮殿の簡単な散歩、宮殿散歩を終わろうと思います。ありがとうございました。はい、ということで今回はベルサイユの宮殿散歩をお届けいたしました。いやーフランスがね誇る世界遺産、やっぱりすごいですよね。ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆さんの感想をぜひコメントに書いてくださいね。楽しみにお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。パリの中心に位置し、現在大型ショッピングセンターがあるこの場所にはかつて中央市場がありました。その歴史は古く、12世紀まだこの辺りが沼地だった時代にルイ6世がここに市場を作ったそうです。時代が経つにつれ市場は拡大していきました。19世紀には肉、魚、野菜、果物、チーズと至る所に食べ物が積まれているようなパリ最大の市場になっていました。中央市場で繰り広げられる情景と働く人々の人間模様を生き生きと描き出したのがエミール・ゾラの小説「ル・ヴォントル・ド・パリ」、パリの胃袋です。ただしここは市場があっただけではありません。モントルグイユ通りは昔からの食料品やカフェが軒を連ね、歴史あるケーキや大女優が通ったレストランなどが並ぶ美食通りになっています。そんなレアール界隈は現在芸術と文化の発信地としても知られているんです。すぐ隣にはポンピドゥセンター、そしてかつて商品取引所だった建物は日本を代表する建築家安藤忠雄によって現代アートの美術館へと変身を遂げています。本当に魅力の尽きない界隈、レアール界隈。今回のオニバでは19世紀かつてゾラが描いた中央市場の現在の姿を食をテーマに、プロカメラマンのコウさんと日本文学を愛するトラベルパートナーのエリザベートさんと私フランスガイド中村でたっぷりとお届けいたします。さあオニバと一緒に美味しいパリを探しに行きましょう。それでは皆さんオニバ。